はい、いらっしゃいませ。GCS です。最近ね、実は私悩んでるんですよ。スピーカーね。うちのスピーカーは中古ですけど、ボーカルのシェイプ40になっていまして、これね、素晴らしいんです。いや、マジで素晴らしいんですよ。なんかね、スピーカーとかオーディオってさ、いくらいいもの買ってもなんか欠点っていうか不満があることが多いじゃないですか。なんか低音がっつり出てるけどちょっとモコモコするなとかさ、なんかリアルだけど中音の解像度が物足りないかなとかさ、なんかそういうね不満があれば次に行って考えるんだけどさ、このボーカルシェイプ40ってさ、そういうのまるでないんですよあまりにもね良すぎ、あまりにも不満がないのでね、最近ねその不満のなさが不満に感じられてきてた不満がないから不満っていう何なんでしょうね、人間の欲望というのはね。ほら例えばさ、変な話ですけど、人は大きなものに憧れて、それででもその大きなものが手に入ってしまうとちょっと邪魔って感じられるようになって、やっぱちっちゃい方がいいなと思ってちっちゃいものを手に入れるとやっぱり物足んなくてさ、いろいろ迷ったけどやっぱり普通が一番、普通が最高だぜって普通のものを手に入れると今度は変化がなくて面白くないそんなことってありませんか例えばね、男子が抱く女子の胸への憧れみたいなのもね似たようなところがあるかもしれませんよねすいません。さてそんな悩み多き日々にあって一つ巧妙がございました。小さいけれど面白いやつ。それは何か、ヘッドホンアンプなんですよ。それも真空管のやつ。実はね、うちはヘッドホンアンプには英国クリーク社のを使っていまして、これはねマジでめちゃめちゃ音がいいやつなんです。アリーナのライブの客席の拍手とかね、声援の一つ一つまでねもう聞き分けられるくらい解像度すごいやつなんです。でそれ性能はいいんだけど、それとは別にね真空管っぽいのはどうなのかなと興味を持ちまして、で調べたらだいぶね安くなっていて1万円以下でもいろいろあるということを知りまして、でねとりあえず安く買えるものをね手に入れてみたんです。それがこちらですね。この現物になります。このなんていうの、ほのかな明かりいいですよね音質に関してはね正直英国クリーク社製よりも少し落ちますね。くっきりしていたものが少し霞んだようになっちゃう。それは価格的にもそれは仕方がないんですが、ただやはりね真空管の味わいというかね、真空管だから出る音っていうのはありますね。面白かった。なかなか魅力的と感じましたよ。ちょっとねそこを語らせてもらいますよ。はい。で具体的にはね多分倍音の負荷なんだと思うんです。倍音ってね言ってみればね余計な響きですよだから多すぎるとねノイズになっちゃいますよね。こう微妙に倍音が付け足されると今まで塩味だけのステーキだったものにちょっと胡椒を振りかけたようなね味わいになるんですねこう元の音があってね、倍音が付け足しすぎるとバババってなってバババってなってうるさい。でもこう何もない素のステーキだ塩味だけだとちょっとね美しいピュアなんだけど刺激が足りない。ここでちょっとねちょっとパパッと倍音付け足すとね、適度に胡椒の振ったステーキのようになって美味しいってなる。邪道といえば邪道ですけどね、面白いもんですよね。特にこちらのすいません、ミオホン白いヘッドホンでね、これリスニングタイプの赤毛のヘッドホンなんですけど、これ割とまろやかなので
ソニーの定番モニターみたいに突き刺さる感じじゃないので、これでね倍音の付加された音っていうのはとても気持ちいいですね。音の振動する質感が増す気がします。これでねグリューミオのバイオリンとかね、アニメ響けユーフォニアムのほら関西大会の全曲演奏とかね、いいですよピュアな解像度は真空管の場合少し落ちるけど、音楽としてね素晴らしくなるっていうのはね、やっぱ真空管マジックと言っていいと思います。これをね1万以下で楽しめるのはねありだと思いました。ちなみに僕は真空管機材は2つ目ですね。最初に買ったのはホノアンプでした。レコードを聴くときに使うやつ。レコードは針がついたカートリッジで機械的に発電するので音圧が小さいんですよ。でレコード専用のアンプが間に入るんですが、それを外付けの真空管アンプでやってみました。これも良かったです。予想していた以上にね音が変わりました。玉転がしとかもしてみたしね、それも1万ぐらいのやつです。で基本的にねホノアンプとかヘッドホンアンプとか出力が小さくていいものはねそんなに高くなくてもいいみたい、できるみたい。それで真空管の音色も楽しめる、いいですね。しかし真空管アンプそのものからをスピーカーにつないで大きな音を真空管で出そうとするとね、これはね大ごとになるようですな。お金がかかってしまう。真空管のね特性を生かしながら、しかも解像度もトランジスタ並みに並みっていう永久シングルなんて言いますけどね、これはもう何十万っていう世界になっちゃうみたい。ご存知ですか？真空管有名なやつなんですよ。これサイズもでかくてね、もう見るからに偉そうでしょこれでね永久駆動するのが本気の真空管アンプってやつですよね。永久っていうのはねもう一定の電流を常に流し続けて、その電流の大小でスピーカーを鳴らしていくという。だからプラスマイナスって分かれるんじゃなくても常にプラスの中でこうやり取りする。だからすごい電流も電気も使うしね、大型の機材になっちゃう。この、永久駆動の 300B のアンプっつうとね、とりあえず中国メーカーの真空管アンプリメインアンプでトライオードでだいたい30万ほど本体、これに例えばアメリカのウエスタンエレクトリックの復刻版とかさ、日本の高性能で有名な高槻電機の 300B とか、これ乗せたらね1本の真空管10万超えますからね。ステレオで20万まあ本体を含めて合計で50万という世界ですよね。はい。ちなみにこの準 A 級ではなくてね AB 級の真空管アンプっていうのも存在はします。こうプラスとマイナスをね役割分担してね、こっちの真空上は1本下は1本真空管使って、さらにステレオだから4本の真空管が並んだやつですね。よく見かけると思います。真空管アンプとしてこの4本並んだやつ。これはAB 級プッシュプルっていうんですけど、悪くないけどこれだったらさ、トランジスタのアンプだって名品はいくらでもあるんだから、そっちでいいかなとかって思ったりもしなくはないんだけど、どうでしょう。これね実はね AB 級プッシュプルでもトランスに贅沢するっていうね、またその別の道があるらしくてね缶じゃなくてね、それはそれでしっかりと音が良くなるみたいなんですけど、トランスのことはよくわかんないですね。そこまではちょっとすいません、経験もなくて僕にはわかりません。奥にできるのはね、あくまでちっちゃなね出力の真空管サウンドを体験すること。でも元がちっちゃくてもねちゃんと聞ければ全然 OK。単にいい音ということではなくてね、個性がある音っていう意味でね、これいいっすよ。あまりにも完成されたボーカルスピーカーの音からねちょっと浮気して個性的なものを求めるのはね
良かったような気がします。まあほら普段は健康的な有機食品で暮らしていても、たまにはジャンクなものが食べたくなったりね、まあ奥様大切にされていらっしゃる愛妻家のご主人もたまには味変したくなるなんてね、皆様もよかったら試してみてください。まあ1万円のね、まあ言ってしまえばおもちゃですから、そのくらいなら奥様から怒られることもないのではないでしょうか。では実質でした。皆様の良き音楽ライフを願ってありがとうございました。